はい、皆さんどうも正しいです。また誰もやってないけど便利やなってものを考えたので、ぜひお伝えしたいなと思って動画を作りました。今回は加工とかなくて、市販品を組み合わせるだけで簡単に真似できる内容にしているので、ぜひご覧いただきたいです。内容としてはミュージシャン全員にメリットがあると思うので、音楽をされている方、またはされているお友達がいらっしゃる方はですね、教えてあげると喜んでもらえる内容になっていると思います。では早速説明していきます。今回はマイクスタンドのこのタイプ、ブームスタンドと言われるやつですね。これがマイクの重みとか部品が古くなるとお辞儀といってマイクが下がってくるんですけど、それを防ぐ方法の情報です。今までは一般的にどうしてたかというと、カウンターウェイトといってマイクの反対側にですね、重りをつけてバランスを取るような形で対策されるんですけど、まず重りって重たいので持ち運びに向かないですよね。なのでストリートライブとかブームスタンドを持ち運びするときに何かいい方法がないかなと思って考えたのがこちらになります。ベルトでお辞儀するのをストップさせてるんですが、見てもらったらこんだけのことかっていうものなんですけど、不思議なことに誰もしてなかったんですよね。調べてもこういうものが売ってるわけでも、ライブハウスとか音楽業界の方、プロミュージシャンの方に聞いてもこんなんなかったみたいで、そんなんあるんやったら欲しいわって言われたくらいです。なので、専門のものを作ったらある程度売れるんじゃないかなと思ってます。これを作るのに必要なものはこれだけですね。全部で3つ。マジックテープで留められるバンドに金具がついているものがまず2つ。ここから先の部分は不要なので邪魔なら切ってもらっていいと思います。あとはこの金具の幅に合うベルトですね。この3つを使います。まずスタンドのこことここに金具がお互いの方を向くようにバンドを留めます。これは滑らないように隙間なく強めに締めてください。あとはベルトを通して長さを調整したら完成です。余ったベルトはですね、歩いている方が転んだりする原因になるので、しっかり巻くなりしましょう。これも長さが余る分が邪魔なら切ってしまってもいいと思います。スタンドを運ぶときは、外さずに運ぶこともできるといえばできるので、その場合練習している時のマイクの高さをすぐ再現できるっていうメリットがあったりとか、意外とマイクの高さの設定ってちょっと時間がかかったりとか手間だったりするんですけども、一つでも練習と同じ環境を作れたら、本番で落ち着けるかなっていうメリットもあると思います。今回はお手軽さをメインに考えたので、本当はもうちょっと理想の形があるのと、耐久性とかの面でこの動画のものがベストだとは思わないんですけども、一応興味持ってくださった方のために購入品のリンクも貼っておきたいと思います。アファリエイトとかじゃないんで、これを参考に他に安くていいのがあればそれを買っていただけたらいいかと思います。とりあえずこれは Amazon で揃えたんですけども、全部で1700円で、これさえあればブームスタンドの寿命がほぼ気にしなくてよくなりますし、マイクが下がってくる不安から解放されるので、ぜひおすすめです。ただ面積事項というか結構大きな音量で試して、テストもしてですね、今のところ問題っていうのが見られたことはないので、広い範囲で使えるとは思うんですけども、風が強かったりとかですね、もしかしたらこれ自体が振動してマイクにノイズが入る条件っていうのも考えられるかもしれないので、使用される前はその使用環境で一度テストされてからご使用されることをお勧めします。今回はここまでになります。しばらく動画を撮ってなかったので、メモ帳にネタがいっぱい溜まっているのと、2022年になったので、そろそろ活動していこうかなと思っているので、多分今のところ友達しか見てないと思うんですけど、よければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた。